こんにちは、レイムです。マリサだぜ。OOTP26FA 補強禁止縛りシリーズの7回目だよ。今回は2027年のオフシーズンを進めていくぜ。まずは2027年シーズン終了時点のプロスペクトランキングを確認しよう。全体トップ100以内に9人が入っているな。そして、前回のドラフトで全体1位指名したアルバレスがこのランキングでも全体1位に入っているぜ。ただ、マイナーシステムランキングは2位に後退しているよ。アスレチックスもポイント自体は伸ばしているから問題ないと思うぜ。ちなみに、1位のナショナルズはトップ10に3人入るなど、今後の黄金期の到来を予感させるラインナップだったよ。さて、改めてアスレチックスの方に戻るよ。この中から、来シーズンはアーノルド、ピーターソン、デフリースあたりは MLB で起用していく予定だよ。あれ、デフリースの名前がないな。ああ、彼は評価がガクッと下がって参加28位、全体389位まで順位が下がっているよ。能力はこんな感じ。プロスペクトランキングの順位は下がったけど、ポテンシャル評価はまだ56もあるんだな。ああ、まだ現在能力は上がりきってないけど、来季は我慢して MLB で起用していくつもりだよ。一応ショートをそこそこ守れそうな守備能力はあるから、第3次にはならなそうだな。前にも少し触れたけど、別のセーブデータでは毎年30本塁打以上、5から6くらいを安定して残す選手になっていたから、今回のセーブでも諦めきれないと思っているよ。前の動画で触れたけど、現在のショートのレギュラーのウィルソンが守備で大きなマイナスになっているから、彼がリーグ平均くらいで守れてそこそこ打てればレギュラーを奪えると思うぜ。じゃあオフの対応を進めていこう。来季の予算は少し上がって、MLB 全体28位の1億8000万ドル。ただ、このオフに本拠地をラスベガスに移すことで市場規模が下がるから、今後はまた、MLB 最下位クラスの予算に減っていくと思っているぜ。3回目の動画ですでにコロンバスへの移転イベントが起こってしまっているから、通常プレイ通りラスベガス移転イベントが起こるかわからないけど、もし発生しなければ手動で本拠地を変更する予定だよ。ということでまずは、年俸調停権のある選手との契約更新の決定から。今年はリリーフのハドソン、ベルドモをノンテンダーで放出したよ。二人とも30代で、O マイナスのリリーフだから妥当かな。また、セベリーノが FA で退団となるよ。これで2000万ドルくらいペイロールに余裕ができるな。続いては40人枠の整理。自動で契約が延長される選手から、この8人を DFA にしたよ。このうち、他球団から獲得されたリトル、ガーランド以外の6人とはマイナー契約を結んだぜ。そして FA が解禁。例年通りマイナー契約で取れる可能性のある選手に適当にオファーしておくよ。そして、クローザーのマカルーがカラオケバーで一晩中歌ったというよくわからないニュースを挟みながら、ウィンターミーティングまで日程を進めたよ。今年のドラフトロッタリーの抽選では上位6巡目までの指名権は得られず、来季の1位指名権は全体14巡目となったぜ。ということでトレードの交渉へ。前回の動画で触れた通り、ソダーストロム、ショー、ウィルソンあたりが放出候補になるぜ。それ以外の選手も、いい対価が得られる場合はトレードを検討するよ。それじゃあウィンターミーティング終了までスキップ。はい、ウィンターミーティングが終了したよ。今年は2件のトレードを成立させたぜ。それじゃあ1件ずつ見ていこう。まず1件目は、レイズとのトレード。内野手のウィルソン、外野手のボーマンを放出し、3人の有望株を獲得したよ。ついにウィルソンをトレードに出したか。ああ、企画開始直後からずっとトレード候補に挙げていたが、デフリースの昇格やウィルソン自体の成績低下も重なって、このタイミングで出すという判断をしたよ。改めて見ると、やはり年々成績が下がっていっているな。もともと長打力と選球眼が低い点が気になっていたんだが、それがだんだん成績にも現れてきていると、ここ2年感じていたよ。打撃だけじゃなく守備面での貢献度も年々下がってきていたな。残り保有期間は3年だったが、このあたりを踏まえて契約延長はしない予定だったから、いい対価が得られるのであればいつでもと考えていたが、今回ついにそのタイミングが来たという感じだよ。そしてもう一人放出したのがボーマン。外野手登録だが、セカンドも守れるユーティリティプレイヤーだぜ。来季ロースター入りする可能性が低い選手だったから、あまり痛くない放出だよ。そして獲得した一人目が外野手のゼイビア・アイザック。まだデビュー前の長打力が高い選手だぜ。彼は別のセーブデータでもリーグ上位クラスの長距離砲になっていた記憶があるし、2年後に FA になるソダーストロムの後釜として期待しているよ。そして2人目が内野手のテオギレン。MLB 全体147位のプロスペクトで、ポテンシャル通り育てば、走攻守揃ったセカンドになる選手だぜ。最後3人目も内野手のグレゴリー・バリオス。登録日数は2日だけだが、すでに MLB デビュー済みの選手だよ。彼は伸びしろはほとんど残っていないが、守備能力が非常に高く、内野の控えとしては十分すぎる選手だぜ。3人ともチームの中心選手にまでなれるかは微妙だが、何らかの形で戦力にはなってくれそうないい選手を獲得できたと思っているよ。そして2件目のトレード。控え外野手のクラークを放出し、こちらも3人の選手を獲得したよ。そのクラークの能力がこちら。今シーズンはわずか29試合の出場だったが、打率2割9分3厘、0.4の成績を残していたぜ。来季28歳の控え外野手だが、意外とトレードバリューがあってびっくりしたよ。そして獲得した1人目が、センターのバンス・ハニーカット。3人獲得してはいるが、彼がメインの対価になるよ。ハニーカットはとにかく守備能力が高いセンターの選手。ただ、長打力と選球眼のポテンシャルも高い選手だぜ。
現状、センターをしっかり守れる選手がいないので、彼は来季からすぐ MLB で起用する予定だよ。まだメジャーデビュー前で、長く保有できる点も素晴らしいな。あとの2人は、特に評価の高い選手ではないからまとめて紹介。ケイン、ペティと、2人ともメジャーデビュー前の投手だぜ。彼らは当たればラッキーというような選手たちだよ。センターにハニーカットが入ることにより、外野手のシンプソン、バトラーか、DH のホワイトの誰かがスタメンから外れることになりそうということで、ソダーストロム、バトラー、シンプソンらのトレードも模索したが、納得できる内容のトレードはまとまらなかったよ。まあ、無理やり放出する必要もないから、併用しながらまた夏のトレードデッドラインでトレードを検討する感じだな。ということで、続いてはルール5ドラフト。今年は2人の選手を指名したぜ。1人目はレッドソックスからカイレン・パリス。内外野を守れるユーティリティプレイヤーだぜ。現状野手の枠が余っていないから、開幕前に返却する可能性もあるけど、こういう内野も外野も高いレベルで守れる選手は控え野手として重宝すると思っているよ。続いて2人目は、カブスからデクラン・クローニン。現状リリーフの頭数が足りていないから獲得したぜ。もう30歳の選手だから、成績がパッとしなければすぐリリースする予定だよ。また、1月にウェーバーから内野手のヘッスバイズを獲得。ポテンシャル評価53の強打の内野手だぜ。現状ロースターに入れる枠の余裕はないけど、まだマイナーに置いておける選手だから一応拾っておいた感じだよ。そして、さらにレッドソックスからこのようなトレードの打診が、要求されているのは、先発のバッソとマイナーのリリーフ投手の2人。バッソは残り4年保有可能な先発投手。そこまで優秀な成績ではないものの、年間を通してローテを守ってくれる、今のチームでは貴重な存在だよ。対して、レッドソックスが提示してきたのが内野手のマーセロ・マイヤー。彼も残り4年保有ができる選手で、非常にポテンシャル評価の高い内野手だぜ。現実でも2025年開幕時点のプロスペクトランキングでトップ10に入っていた、超有望株だよ。直近の成績はこんな感じ。2026年は O1.9 を稼いだけど打撃はリーグ平均以下。そして昨年はさらに成績を落として見切りをつけられた感じかな。ただ、まだ伸びしろもあり、交換相手のバッソもすでに30歳と先が長くなさそうなことから、このトレードを承諾することにしたよ。現状のサードのマットショーよりは打力も守備能力も上回っていそうだから、多少アップグレードにはなりそうだな。ああ、最低でもあと6年契約の残るショーの扱いは難しくなったが、いいトレードだったと思っているよ。そしてそのショーのトレードを模索していたところ、レンジャースが契約を引き取ってくれるようだったから放出することにしたよ。そこまで契約規模も大きくなかったから、今無理やり放出する必要もなかったけど、賞を残す場合はゲロフ、マンシー、ミラーと昇格予定のデフリースから誰か一人外す必要があったのと、もともとサンルイスとしては9大点レベルの打撃成績が去年はさらに下がり、サードの守備貢献もマイナスになってしまっていたから、他の選手を外してまで残すのは難しかったな。ああ、ゲーム開始直後でスカウト精度が低かったのはあるけど、獲得時のポテンシャル評価ほど成長してくれなかったのも痛かったよ。マイヤーもどこまで成長してくれるかは未知数で、怪我しやすさがフラジャルと怪我しやすい体質なのは不安だけど、現状の能力から下がりさえしなければ、少なくともあと4年はサードのレギュラーを任せられると評価しているよ。そしてインターナショナルアマチュアとの契約。はじめは、このホセゴメスという選手の獲得を狙っていたんだが、最大限の契約金を積んでも獲得できず。インターナショナルアマチュアはポテンシャル通り育たないことが多いとはいえ、これだけ打撃能力の高いショートの選手を取れれば大きかったな。獲得したのはマイナーシステムランキング1位のナショナルズ。さらにプロスペクトの層を厚くしてきたぜ。その後ゴメスから方針転換して、今年は3人の選手を獲得。1人目はオーストラリア出身の外野手、ブランダン・オルコックを$320万の契約金で獲得。センターに残れるかは微妙なところだが、攻守のポテンシャルが高い外野手だぜ。2人目はドミニカ出身の内野手ジョーダン・プレンデスを$190万で獲得。なぜかファーストの守備適性も高いが、基本はショートとして期待しているぜ。そして3人目は残った$78万を使って、フランシスコ・ロドリゲスを獲得。往年の名投手と同じ名前だな。その彼と同じくリリーフの投手だが、そこまでポテンシャル評価は高くないぜ。ということで、今年はトッププロスペクトになりそうな選手は獲得できなかったけど、3人のうち誰かは MLB までは到達してくれるんじゃないかと期待しているよ。その後2月に入ったが、ラスベガスへの移転イベントが発生しそうにないので、手動で本拠地、ホームスタジアムを変更しておいたよ。これでチーム名はラスベガスアスレチックス、スタジアムがアスレチックスラスベガスボールパークに変更されているよ。スタジアム名や収容人数はネットの情報を参考に設定。広さやフェンスの高さは適当に設定して、若干ホームランは出にくいが、そこまで打者有利でも投手有利でもないくらいにしておいたよ。ということでそのまま開幕までスキップ。各球団から DFA された選手から、この3人をクレームして獲得したよ。1人目は外野手のヤンキール・フェルナンデス。ポテンシャル評価59の強打の外野手だぜ。正直外野はロースターの枠が埋まっていて獲得すべきではないと思っているけど、この後紹介するロドリゲスも含めて、このポテンシャルの選手がウェーバーで取れるなら、取らないわけにはいかないと思って獲得したよ。ポテンシャル通り長打力が成長すればソダーストロムの後釜になれそうだが、そこが伸びなければ微妙な選手になりそうな能力だな。ああ、ここから1、2年で思うように伸びなければリリースもあると思っているよ。
二人目も外野手のエマニュエル・ロドリゲス。彼はかなりレイム好みの能力をしているな。ああ、長打力と選球眼が高い、とても好みの選手だよ。彼をロースターに入れるためには、センターで使おうと思っていたハニーカットを外さざるを得なかったから、今季は彼が代わりにセンターに入る予定だよ。まあ、センターについては、バトラーやシンプソンとも併用になるだろうな。外野手が飽和してきているから、今後のトレードで積極的に放出を検討していくよ。チーム状況的には、ソダーストロムやバトラーを若手投手に交換できたらありがたいな。そして3人目は投手のノア・キャメロン。現状、ロースターに投手が足りていない状況だからとりあえず獲得してみたよ。成績次第では、早々に再び DFA される未来もありそうだな。その3人を加えた開幕メンバーはこんな感じ。投手や種別に見ていくぜ。まずは投手。ネットでプロスペクトは MLB での出場機会がないとポテンシャル通り育たないんじゃないか、というような記事を見たので、今季から成長途上の若手選手も積極的にメジャーで起用していこうと思っているよ。ということで先発ローテにはアーノルド、ピーターソンの2人を起用。監督任せにするとリリーフに回されるので、先発での起用を強制しているぜ。あとはマカルーもリリーフでの起用を強制しているよ。彼も放っておくと勝手に先発に回されて、去年はそれでかなり成績が悪化していたからな。投手陣全体についてはどうだ？ああ、ここ3年間ずっとリーグ最低の投手陣だったが、今年も似たような感じになりそうだよ。現在能力が50以上の投手がマイヤーズ、マカルーの2人しかおらず、今年も苦しい戦いになりそうだな。そうだな、投手のプロスペクトが想定通り育ってないのも状況を厳しくしていて、せめてアーノルド、ピーターソンの2人はしっかり育ってほしいところだよ。あとはシーズン中に DFA リストはこまめに確認して、ちょっとでも良さそうな投手がいれば獲得するようにするよ。続いては野手陣。デフリースをショートで固定すると思っていたけど、そうしないんだな。ああ、実はスプリングトレーニングを終えた時点でさらにポテンシャル評価が下がり、マックスでもオーバーオール49くらいまでしか育たなさそうになってしまったんだよ。なるほど、一応最大限まで育ちきればレギュラーにはなれそうだけど、無理やりレギュラーに固定するような感じでもなさそうだな。ああ、基本は今年1年ロースターには入れて様子を見るつもりだけど、他にも二遊間の若手選手はいるから、ポストシーズン争いができそうならロースターから外す可能性もあるよ。代わりにショートに入るのはウェーバーから獲得して2年目のミラー。守備能力は高いから、最低限守備面ではプラスの貢献を積み上げてくれると思っているよ。あとはやはり外野が飽和気味で、シンプソンが控えに回っているな。ああ、やっぱりもったいないから、さっきも言った通りシーズン中に外野手のトレードも検討するよ。ルール5ドラフトで獲得したパリスも、枠を空けるために元のチームに返却することになったしな。じゃあ最後に、開幕時点のプロスペクトランキングを確認しておこう。引き続き、アスレチックスは MLB 全体トップ109人。そして全体1位は引き続きアルバレスとなっているぜ。そこそこレベルのプロスペクトは多数いるが、やはり投手の層が薄い感じがするな。特に投手は、ポテンシャル評価通り育たないケースが頻発しているからな。これまでのドラフト、インターナショナル FA では、ポジションバランスは気にせずにとにかく少しでもポテンシャルの高い選手を獲得してきたが、今後は投手を少し優先して指名していくべきかもしれないな。ああ、私もそう思っているよ。マイナーシステムランキングでも引き続き39段中2位。1位のナショナルズはさらにポイントを伸ばしてきたな。ああ、インターナショナル FA の獲得競争で敗れたホセゴメスが全体3位に入って、全体トップ10に4人も入っているよ。30位以内にもあと3人入っているし、ナショナルズが黄金時代を迎えるかも今後の注目だな。ということで今回はここまでにするよ。次回は3年目、2028年のシーズンを進めていくぜ。昨シーズンに続いてポストシーズン進出争いができるのか、アーノルド、ピーターソンの若手投手陣はどのような成績を残すのかなど、ぜひ次回を楽しみにしておいてくれ。もし次回も見たいと思っていただけた方は、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。